私たちが毎日感じている喜びや怒り、そして悲しみ、これらの感情は一体どこからやってくるのでしょうか。最新の神経科学と文化心理学の世界では、感情とは脳が作り出した高度な予測であると考えられています。リサ・フェルドマン・バレットという学者が提唱した構成主義情動理論について、一緒に深く掘り下げていきましょう。これまでの考え方では、感情は外からの刺激に対して自動に反応するものだと思われてきました。しかし、この新しい理論は根本的に異なります。感情は脳が作り出す予測から生まれるという考え方です。私たちの脳は常に体の内部状態や周囲の環境をチェックし、次に何が起こるかを予測しています。これは予測処理、プレディクティブ、プロセッシングと呼ばれ、脳が予測マシンとして働く状態です。感情ができるまでには4つのステップがあります。1つ目はインターロセプションです。心拍数や呼吸、ホルモンの変化など、体の中の小さな感覚を脳がキャッチすることを指します。2つ目は予測です。脳は過去の経験と現在の体の状態を組み合わせて、これからどうなるかを予想します。3つ目は概念化、コンセプト、ラーニングです。ここで脳は予測した感覚に意味を与え、それを感情というカテゴリーに当てはめます。最後の4つ目は社会文脈化です。育った文化や言葉、周囲の人との関係が加わり、社会に共有できる感情として完成します。この流れは、昔から信じられてきた基本感情論とは正反対です。基本感情論では、怒りや恐怖、喜びといった感情は誰にとっても同じで、生物学的に決まっていると考えられていました。しかし、構成主義的な考えでは、感情は文化や言葉によって形作られると捉えます。同じ体の状態でも、置かれた状況や文化が違えば、全く別の感情として経験されるということです。例えば、ある文化では怒りが正義の表現として認められますが、別の文化では暴力的行為として厳しく評価されることがあります。歴史を振り返ると、長い間は基本感情論が主流でした。顔の表情と感情の結びつきが研究され、感情は世界共通だと言われてきました。人工知能の分野でも、標準的な感情モデルが用いられ、ロボットの感情表現に利用されてきました。しかし、詩や文学、芸術などの作品を見ると、単純な基本感情だけでは説明できない、複雑に混ざり合った感情が多数見られました。こうした視点から基本感情論への疑問が生まれ、文化的違いを重視する新しい流れとなりました。それがリサ・フェルドマン・バレットの理論です。この理論を支える脳の仕組みについてお話しします。体の内部感覚を処理するのは前頭前皮質や前島皮質です。ここでは身体予算、ボディ、バジェットと呼ばれる体のエネルギー管理が行われています。エネルギーをどう使い、どう回復させるかを脳が常に予測し、適切な行動を選ぼうとする仕組みです。例えば、強いストレスを感じると心拍数や血糖値が変わります。脳はこの変化を感知し、予測とのズレを埋めようとします。このプロセスが、私たちの意識に感情として現れるのです。ここで重要な役割を果たすのが言葉です。感情を表す言葉は文化によって異なります。英語圏では、ANGER や JOY といった明確な語りがありますが、日本語では怒り以外にも、憤慨や苛立ちなど細かい区別があります。機能的磁気共鳴画像法 fMRI の研究では、同じ感情のラベルをつけても、文化によって脳の活性化部位が違うことが分かりました。つまり、感情は固定された回路ではなく、学習や経験によって柔軟に変化するものなのです。また、社会的期待や規範も感情に影響を与えます。公共の場で笑顔が求められる文化では、笑顔がポジティブな感情として予測され、実際に笑うことで快感が増します。逆に感情を抑える文化では、同じ体の状態でも不安や抑圧として感じられるかもしれません。
従来は恐怖などの感情は扁桃体、アミグダラが中心に処理しているとされてきました。しかし、この理論では、扁桃体は予測と現実のズレを検出する装置だと考えます。扁桃体が不一致を見つけると、その情報を前頭前皮質に送り、そこで概念化や社会的意味付けが行われます。したがって、扁桃体は感情の補助的な道具であり、感情そのものの正体ではないということです。この考え方は実生活にも応用できます。教育の現場では、教師が生徒の身体予算を観察し、授業のペースや難易度を調整することで、生徒が安心して学べる環境を作れます。また、感情に名前をつける指導を行うことで、生徒は自分の気持ちを正確に把握し、コントロールする力を身につけられます。医療の分野では、慢性疼痛を抱える患者さんの痛みが予測処理と深く関わっていると考えられています。予測を書き換える認知行動療法が新しい治療法として注目されています。精神医学でも、感情の捉え方を再定義することで、より健康な対処法を身につける技法が活用されています。人工知能の領域でも変化が起きています。これまでの感情分析は単純なカテゴリー分けに頼っていましたが、近年の大規模言語モデルは、言葉や画像から微細なニュアンスを読み取り、文化的背景を考慮した感情推定を試みています。詩の分析などで複数の感情を同時に捉える手法が開発され、多様性を尊重した公平なシステム構築につながっています。もちろん、この理論にも課題はあります。一つは、体の内部感覚や身体予算を正確に測る方法がまだ十分に確立されていないことです。二つ目は、社会的構築プロセスを客観的に評価するのが難しく、文化比較の際に偏りが生じやすい点です。さらに、感情の学習がどれほど脳の可塑性に依存しているかというデータも不足しています。今後の研究では、神経科学と心理学を統合したアプローチが必要です。内部感覚と予測誤差の信号を同時に記録し、どのタイミングで感情が概念化されるのかを精密に追跡することが求められます。また、文化的条件を変えた実験を行い、社会的文脈が予測モデルにどう影響するかを数値化することが重要です。人工知能と連携して大規模な感情語彙データベースを作り、異文化間の違いを体系的に分析することも期待されています。感情とは、脳が予測し、概念化し、社会に作り上げる高度なプロセスです。感情を固定された反応ではなく、学習の産物として捉えることで、教育や医療、テクノロジー、そして国際交流において、より柔軟な対応が可能になります。この理論の起源をたどると、ウィリアム・ジェームズやキャノン、バードが唱えた身体仮説に行き当たります。彼らは感情が身体状態の変化に基づくと考えましたが、脳の予測という視点はありませんでした。その後、認知神経科学の発展により、脳が内部感覚を統合して未来を予測する予測処理の概念が確立されました。リサ・フェルドマン、バレット博士は、感情を概念化された予測誤差と定義し、従来のモデルを塗り替えました。バレット博士は、心理学と神経科学という異なる分野を融合させました。ハーバード大学での研究では、感情のラベルが脳の活動パターンを書き換えることを示し、感情が経験によって柔軟に作られる証拠を提示しました。さらにカリフォルニア大学サンディエゴ校での研究では、内部感覚の信号と予測誤差が統合される瞬間をマイクロ秒単位で捉え、感情ができるまでの時間の流れを可視化しました。こうした知見は具体的な治療にもつながります。慢性疼痛の患者さん向けに、自律神経の変化をリアルタイムで見るバイオフィードバック装置を使ったプログラムがあります。皮膚の電気抵抗や心拍の変動を数値化し、自分の身体予算がどれくらい消耗しているかを感覚的に理解させます。これにより、痛みが単なる刺激ではなく、過去の経験による過剰な予測の結果であることを学び、認知行動療法と併用することで痛みが軽減する効果が報告されています。教育の場でも、感情の言葉を増やす指導がメタ認知能力を高めます。
京都市内の小学校で行われたプログラムでは、喜び、歓喜、満足といった細かい感情の言葉をカードで提示し、日常で使い分ける練習が行われました。子どもたちに具体的な場面と結びつけて自分の気持ちを書き出してもらうと、感情をより細かく言葉で表現できるようになり、教室でのトラブルが減少し、学業成績も向上したことが数字で確認されました。これは、感情という概念が脳の予測ネットワークを変え、人間関係を円滑にする助けになることを示しています。文化的側面を見ると、日本には有限やサビ、哀愁といった日本独自の感情表現があります。これらは西洋の基本感情分類とは異なる予測テンプレートを提供します。東京大学の比較文化神経科学研究チームは、被験者に有限な風景や悲しい映画シーンを想像させ、磁気共鳴画像法で脳活動を調べました。その結果、日本語話者は前尾微乗皮質と島皮質の連携が強く働くことが分かり、感情の概念が脳の予測回路に独自の形で組み込まれていることが示されました。これらの発見は、感情が単なる生物学的仕組みだけでなく、言葉や文化によって形作られる重層的プロセスであることを裏付けています。人工知能との協力により、感情研究の次世代基盤が構築されています。大規模言語モデルを用いた感情語彙データベースでは、数千種類の感情ラベルと使用頻度、使用状況を統計的に整理し、異文化間の類似性を示すマップが作られます。このマップは、世界の心の健康政策や多言語対応の感情支援チャットボット設計に役立ちます。テクノロジーを通じて、感情が社会にどう作られるかを可視化する試みとして注目されています。一方で、身体内部の感覚を測る標準化は未解決の課題です。現在主流の心拍変動や皮膚温度の測定は自律神経活動を間接的に捉えるだけで、個々の感覚体験と完全に一致させるのは難しいです。そこで、最近開発された光音響脳波計測という技術が期待されています。頭部の血流の微細な変化を負担なく捉え、身体予算の変動を高精度で映し出すことができます。この技術を実験に組み込めば、予測のズレが体内でどのように処理され、概念へと昇華されるかを直接観察できるはずです。将来には、仮想現実環境を使った感情予測トレーニングが有望です。利用者は仮想空間で社会的期待が変わる場面に直面し、例えば公共の場で突然拍手を求められたり、沈黙が礼儀とされたりします。システムは利用者の心拍や呼吸の変化をリアルタイムで分析し、予測のズレを最小限にするようフィードバックを返します。このプロセスを通じて、感情の社会的形成を体感的に学び、状況に合わせた感情調整スキルを身につけることが目指されています。感情研究の倫理面への配慮も欠かせません。予測モデルを操作する技術は、個人の感情体験を意図的に変える可能性があります。そのため、研究参加者の自主性と十分な説明を受けた上での同意を厳格に守り、技術の悪用を防ぐガイドラインの策定が急務です。国際学会では、感情予測技術の倫理委員会が設置され、透明性と公平性を保つ枠組みが議論されています。まとめると、構成主義情動理論は、脳が予測し、概念を作り、社会的文脈と相互作用する高度に統合されたプロセスとしての感情を提示しています。これは教育、医療、テクノロジー、文化交流のあらゆる分野に革新的な応用可能性をもたらします。今後、神経科学の測定技術が進歩し、人工知能による大規模データ解析と融合すれば、一人一人に最適化された感情管理が実現し、個人の幸福度向上に直結する新しい時代が訪れるでしょう。私たち研究者は、この変革期に理論と実証、技術と倫理のバランスを保ちながら、感情という最も人間らしい現象の理解を深めていく責任があります。皆様と共に、予測と学習の循環を通じて豊かな感情の世界を築いていけることを心から願っています。この結びに続き、次世代の情動科学が直面する課題と可能性を多層に検討し、具体的な研究ロードマップを提示します。
第1章、発達段階における概念形成の時間軸についてです。乳幼児期の感情概念は、感覚刺激と身体状態の統合に基づく予測モデルのひな形として機能します。最近では、母親と子の相互作用を高速カメラと皮膚電位計で同時に記録し、母親の表情変化が胎児期からの身体内部感覚パターンに与える影響を解析した研究が報告されました。これは、感情概念が出生前から社会的文脈と結びついている可能性を示し、早期介入プログラム設計の新たな指標となります。具体的には、保育園に導入された情動リズム同期訓練で、集団で呼吸と鼓動を音楽に合わせることで子どもたちの身体予算の安定が促され、自己制御能力の向上が見られました。長期調査では、感情を表す言葉の広がりが学業成績や社会的応力と深く関わっていることが明らかになっています。第2章、成人期における予測再構築の臨床応用についてです。慢性ストレス障害や不安障害の治療では、過去の経験に基づく過剰な予測を修正することが中心となります。最新の臨床試験では、自律神経活動を可視化できるウェアラブルデバイスを装着し、リアルタイムで予測誤差の大きさを数値化するモニタリング法が採用されました。その結果、従来の薬物治療と比べて感情反応の揺らぎが減少し、再発率も低下したと報告されています。また、感情概念を学び直すために、個別の感情語彙カードを用いた認知再構築セッションを組み合わせることで、患者自身が新しい予測テンプレートを作りやすくなる効果も確認されました。第3章、社会文化多様性と情動予測ネットワークの相互作用についてです。日本語特有の感情語が多言語圏とは異なる予測仕組みを作ることが示されましたが、さらに深い比較研究が必要です。国際共同プロジェクトとして、東南アジア、欧米、アフリカの被験者を対象に、感情概念の神経表現を多地点時期共鳴画像法で比較しました。その結果、前頭前の皮質の活性化パターンが文化ごとに特徴的であることが判明しました。特に共同体意識が強い社会では、ガワスは核と島皮質の連携が高度に発達し、感情概念が社会的期待と直接結びつく回路が形成されやすい傾向がありました。これらの知見は、世界の心の健康政策を策定する上で、文化的背景を考慮した感情教育カリキュラムの必要性を裏付けています。第4章、人工知能と情動データの統合解析基盤についてです。大量の感情語と整理指標を統合したデータベースを構築し、機械学習アルゴリズムで予測誤差パターンを抽出する取り組みが進んでいます。特筆すべきは、自然言語処理技術を応用し、日常会話に潜む感情タグを自動抽出するシステムです。このシステムは、個人の感情履歴と外部刺激の相関を高精度でモデル化し、将来的には一人一人に最適化された感情支援アプリケーションへと展開できる可能性を秘めています。さらに、ロボティクス分野との融合により、感情認識ロボットが人間の予測誤差をリアルタイムで感知し、適切なフィードバックを提供する実証実験が始まりました。ロボットは利用者の呼吸リズムや皮膚温度の微細な変化を感知し、声色や姿勢を調整することで感情調整を助ける役割を果たすことが示されました。第5章、倫理枠組みと規制指針の具体化についてです。予測を操作する技術が広く普及するにつれ、個人の感情主権を守るための法的、倫理的基盤が不可欠になります。国際倫理委員会は、感情予測データの取得と利用に関する透明性基準を策定し、本人の同意取得手続きを厳格にする方針を公表しました。また、感情介入技術の商業利用に対しては、第三者機関による評価制度を導入し、効果とリスクのバランスを客観的に審査する仕組みが提案されました。これにより、技術の悪用を防ぎつつ、公共福祉への貢献が保障されることを目指します。第6章、未来展望と実装戦略についてです。今後10年以内に達成すべき目標として、3つの点を掲げます。第1に、全身の内部感覚信号を高精度で捉える、
体に負担のないセンシング技術の標準化を進め、感情実験の再現性を飛躍的に高めること。第2に、感情概念の学習を支援する教育プラットフォームを全国の学校に導入し、感情リテラシーを底上げすること。第3に、医療、福祉、教育、産業の各分野で共有できる感情予測モデルをオープンソース化し、研究者と実務者が協力し合える仕組みを構築すること。これらの施策は、個人の幸福度を最大化し、社会全体の感情的回復力を高めることにつながると確信しています。結びに、感情は単なる脳内の電気信号ではありません。身体内部のエネルギー配分、社会的期待、そして文化的意味付けが交差する複合的現象です。予測と学習の循環を通じて感情概念を作り変え続けることは、人類が自己理解を深め、共感し合える共同体を築く根本的手段です。私たち研究者は、技術革新と倫理配慮を両輪として、次世代の情動科学を牽引する責任があります。読者の皆様と共に、予測と学習の循環を通じて豊かな感情の世界を築いていけることを心から願っています。第7章、情動と創造プロセスの相互作用についてです。感情が創造性に与える影響は、古代ギリシアの哲学者プラトンが情熱を魂の炎と表現したことに始まり、近代まで多くの学問領域で検証されてきました。20世紀後半の認知心理学者が提唱した情動流暢性仮説は、感情的興奮状態が思考の柔軟性を高め、異なる概念同士を結びつけることを促進すると示唆しました。実験的裏付けとして、東京大学の神経科学研究チームが言った磁気共鳴画像法研究では、被験者が即興作曲に取り組む際、左前を微上皮質と右側頭上階が同時に活性化することが観測されました。これらの領域が感情価値判断と概念統合の中心地として機能していることが明らかになったのです。この知見を応用した教育プログラムとして、京都市内の小学校で導入された情動、音楽融合授業があります。子どもたちが自分の感情状態を色と音階で表現し、クラス全体で作品を共有することで、感情を表す言葉が広がると同時に創造的思考が促進されました。長期追跡調査の結果、参加した子どもたちは標準的な創造性テストで平均以上の得点を維持し、感情認識尺度でも顕著な向上が確認されました。感情概念の再構築が創造的アウトプットを支える基盤になることが実証されたのです。第8章、情動と経済意思決定の神経メカニズムについてです。感情が経済的選択に及ぼす影響は、19世紀の古典派経済学が前提とした合理的判断像を覆す重要な証拠となります。日本の金融市場におけるバブル期の株価急騰と崩壊は、投資家集団が過剰な楽観感情に支配され、予測のズレが解消されないまま価格が膨らんだことが根底にあったと分析されています。近年の神経経済学研究では、東京医科大学の研究者らが開発した情動誘導型投資シミュレーション装置を用い、被験者がリアルタイムで皮膚電気反応や心拍変化を測りながら取引判断を行う実験が行われました。その結果、恐怖や不安といった負けの感情が強まるとリスク回避選択が増え、期待感が高まるとリスク先行が強まるパターンが見られました。この発見をもとに、金融機関では顧客向けに、感情バランス診断、サービスが始まりました。顧客が毎日記録する感情日記とウェアラブルデバイスから得られる体データを組み合わせ、機械学習モデルが個人に最適な投資配分を算出します。ある地方銀行で導入されたところ、顧客満足度が2割上がり、投資成果も安定したと報告されています。感情と金銭の動きの関係を理解することは、個人の財務健康だけでなく、社会全体の金融システム安定にもつながる重要課題です。第9章、情動と環境適応の進化視点です。感情は単なる心の中の感覚に止まらず、外界との相互作用を通じて生物の生存戦略を形作ってきました。進化心理学の視点から見ると、危険を感じた時の恐怖は迅速な逃走行動を促し、
食料不足時の欲求は探索行動を駆り立てます。こうした感情の働きにより、個体や群れの適応力が高まったと考えられています。日本列島の縄文時代遺跡では、洞窟壁画に大型哺乳類とそれに向かう人間の姿が描かれ、恐怖と闘争の感情シナリオを象徴していると解釈されています。現代では、気候変動による極端な天候が感情的ストレスを増大させ、地域社会の体制を試す場面が頻発しています。北海道の漁村では冬季の海氷が漁獲を減少させ、住民の無力感や怒りが高まりました。そこで自治体は、感情共鳴ワークショップを開催し、住民が感情を言葉で表し、呼吸や歩行リズムを合わせる活動を通じて体のバランスを整え、社会的連帯感を取り戻そうとしました。その結果、参加者の感情やステイ性は統計的に優位に改善し、翌年以降の漁獲量回復に伴うポジティブな感情循環が確認されました。このように、感情は環境変化に適応するための重要情報源であり、予測と現実のズレを最小化するために内部モデルを更新する役割も果たします。将来には、都市計画や災害対策に感情データを取り入れ、住民の感情的耐性を可視化し、政策決定に反映させる新たな枠組みが期待されています。第10章、情動と芸術表現の神経相関です。芸術作品が鑑賞者に呼び起こす感情は、単なる美的評価を超えて脳内の予測ネットワークを再構築する力を持ちます。江戸時代の浮世絵師は、色彩のコントラストや線のリズムを操作し、見る人の注意を揺さぶる手法を用いました。これは現代の神経美学に通じる先駆的実践とみなされています。近年、感情神経科学の研究グループが行った実験では、被験者が能楽映像を鑑賞中に脳波と心拍を同時測定し、感情クライマックス時に前頭前皮質と帯状皮質の同期が急激に増大することが示されました。これは感情没入感の神経指標とされています。この知見を活用した芸術教育プログラムとして、名古屋市立大学の芸術学部が主導する感情共鳴創作実習があります。学生は自分の体内信号をリアルタイムで可視化しながら、音楽、映像、舞踊を組み合わせた作品を制作します。制作過程で得た感情データは、作品完成後の観客フィードバックと照合され、感情伝達効率が数値化されます。初年度の評価では、参加学生の創造的自己効力感が従来カリキュラムに比べ3割向上し、観客側の感情共鳴度も高い相関を示しました。芸術と感情科学の融合は、感性教育を進化させるだけでなく、感情概念を社会に共有する仕組みを広げる可能性を秘めています。第11章、情動と健康寿命の統合アプローチです。高齢化社会において、感情の健康は身体機能と同等に重要な指標として位置づけられつつあります。日本の長寿地域である沖縄県の実地調査では、住民が日常的に行う感情呼吸法と呼ばれる呼吸リズム調整が免疫系マーカーの改善と関連していることが報告されました。具体的には、1日に数回の深呼吸と軽度の身体伸展を組み合わせた実践が、血液中の炎症物質濃度を低下させ、同時にポジティブな感情度合いを高めたとされています。この証拠をもとに、全国の介護施設では、感情リズムケア、プログラムが導入されています。利用者の感情予測と現実のズレを最小化するために、個別に合わせた音楽や光の環境が整備されました。導入施設の統計データでは、プログラム実施後の転倒率が前年同期比で 15% 減少し、うつ症状評価スコアも優位に低下しました。さらに、感情の安定性が身体リハビリテーション効果を高める相乗効果が確認され、感情と身体の双方向的つながりが実証されました。第12章、情動科学の国際標準化と未来の学際ネットワークです。感情概念の測定方法や予測と現実のズレの定量化は、学術的合意がまだ分散している課題です。これを克服するため、2025年に開催された国際情動科学会議で、アジア、ヨーロッパ、
北米の主要研究機関が共同で情動測定標準化委員会を設立しました。委員会は各文化圏の感情語を多層にマッピングし、機械学習をもとにした翻訳アルゴリズムで概念間の対応関係を可視化するツールを公開しました。このオープンソースツールは、研究者が自国語の感情データを国際比較に容易に組み込める環境を提供し、学際的共同のハブとして機能します。さらに、次世代感情研究インフラとして、国内外の大学と企業が連携し、クラウド上でリアルタイム感情シミュレーションを実行できる、情動デジタルツインプラットフォームが開発中です。このプラットフォームは個人の体内信号と社会的感情文脈を統合し、仮想空間内で予測モデルの改変や介入シナリオの検証を可能にします。将来には、教育現場や医療現場での個別化感情支援だけでなく、公共政策の感情影響評価にも応用され、感情科学が社会全体の意思決定プロセスに組み込まれる時代が到来すると期待されています。